いよいよか。だね。こんなところにいたのか。ステージに立たないのか。今ステージなんかに立ったら結果発表は大炎上。デビューどころじゃなくなる。僕だってそこまで無粋じゃないよ。そうか。それについさっき代表取締役の任から解かれたからね。僕はもうテイルウィンドオフィスともこのオーディションとも関係ない。ただの一般人になり下がったんだ。ようこそいらっしゃいました。グランツの皆様、この度は芸能事務所テールウィンドオフィスライゼンプロダクションが共にお送りするオーディションバーサスアンビバレンツセカンド最終結果発表にお越しいただき誠にありがとうございます。合わせてこの1年10人のアイドル候補生たちを見守り支え応援してくださり本当にありがとうございます。失って初めて気がついたよ。自分の言動は全て事務所という後ろ盾があったからこそできたものだってね。滑稽だろ。それでも僕は本気で実力こそ美しいと。役員たちはお前を褒めていたよ。テイルウィンドオフィスの業績は旧ライゼンプロダクションの頃と比べても遜色がない。実力という手堅い経営方針のおかげで何事においても大きな損失が出なかった。リスクヘッジの点においては旧ライゼンプロダクションよりも優秀だったと。だからこそ不思議がっていたよ。どうしてこのオーディションにそこまで固執してしまったんだって。その応援はグランツという名の通り10人を照らす光。アイドルは一人では輝くことができません。ファンの皆様からの応援という光によって輝く星スターとなれるのです。さあ皆様からの応援で輝きを増した10人の門出が本日決定いたします。最終オーディション投票結果の発表です。担当カラースカーレット、シンバ。担当カラーネイビー、明石。担当カラーオレンジ、愛之助。担当カラーブラック、モネ。担当カラーエメラルド、ヒロミ。選ばれた？ねえ、うち呼ばれたよね。今名前呼ばれてたよね。呼ばれてた。僕がアイドル5人ともファーストの時クランブに選ばれた7人と同じ反応してる。今日やおめでとうモネさん。モネさんが一番欲しくて一番大切なものを手に入れたね。僕の欲しいもの。モネさんが安心して眠れる新しい居場所。ケイト君、俺君のおかげで。違うよヒロミ。全部ヒロミの実力ケイトには分かってるんだから。だけど俺君がいなかったら君にどれだけ感謝してるか。
ケイトもヒロミにすごくありがとうの気持ち。ケイトと出会ってくれてありがとう。どうした我がライバル。僕なんかに務まるんでしょうか。そう思ったからグランツはお前を選んだのだ。でも僕なんかに。明石、それ以上自分を卑下するのはグランツにも俺にも失礼なことだ。すいません。でもどうしよう。何をどんな風に挨拶すれば。何も心配することはない。ステージに上がってグランツをしっかりと見ればおのずと何を言わなければならないのかがわかる。恐れるな。間違いにもまた意味がある。めぐるさん。何さちょっと髪がボサボサになるだろ。お前のおかげで楽しかった。生まれて初めてこんなに思いっきり戦えた。俺なんかで満足してどうするの。芸能界は厳しいんだよ。俺以上の実力者が山のようにいるんだ。こんなところで満足なんかされたら困る。いいじゃねえか。じゃあお前も頑張ってこいよ。何それ。ライバル同士の感動の離別をそんなあっさり終わらせていいと思ってるわけ。ビバレンのこと舐めてる。別に舐めてるわけじゃ別に一生の別れってわけじゃねえだろ。お前はデビューする。俺は諦めない。だったらどうせまたすぐ会うことになる。諦めないんだな。あ？おう。絶対だな。何の確認だよ。いつか絶対にこのステージに立つんだな。ああ、約束だ。破ったら針1万本ノーマス。モネさん頑張って。京也も。ヒロミ信じてる。ありがとうケイト君。胸を張れ明石。はい、めぐるさん。シンバ油断したら許さないからね。おうミケラ任せとけ。じゃあな。いつか必ずまたここで。いい挨拶だったね。すっごくかっこよかった。ああ、見事であった。まあ悪くないんじゃない。じゃあ行くか。行くってどこに。そりゃあ事務所だろ。事務所とは。まさかライゼンプロダクション養成所に入るってこと。それ以外何があるんだよ。俺も一緒に行っていい。ああ、まあいいが。ケイトも。めぐるとミケラは。皆が行くというのならそれもまた一興。まあ俺もそのつもりではあるけど。なんだよ。養成所があるなら最初にもっと説明されてもいいんじゃないかなって。説明？うん。オーディションに落ちたら養成所に入ることになるって。俺たち何も言われてないよね。確かに。そりゃあれだろう。俺たちの自主性を重んじてるとかだろう。そうかもしれないけど。そのことについて稲本社長に代わり事務員である私東雲から皆さんにお話ししなければならないことがあります。それはいいけど。なんで急に出てくるの。そんなとこまで社長と同じことしなくてもいいだろう。もう急に現れるの禁止。でそちらの男は。
この人のことは気にしないでください。もう何かを企むような気力はありませんから。なんだ、恨み事なら聞いてやらなくもないが、今さらそんなこと。確かによく似ている。うん。何のことだ。あいつの言った通りだ。自分に似てないものねだりなところがあるからと。手に入らない憧れはいっそ遠ざけようとするからと。だから一体誰のことだ。夢ばかり見るくせに負けず嫌いで、きらめく才能をこの上なく愛しているくせに、同時に誰よりも実力に厳しいけれど、愛する孫たちに声もかけてやれないほど臆病で不器用な、どうしようもない男のことだよ。お前、おじいさまと。そんな、まさかお前みたいな若い知り合い、おじいさまには。どうだっていいさ、そんなことは。とにかくお前は自分の手の中にあるものをもう一度よく確かめることだ。転ばなければ気づけないこともある。他人を羨む前に、その手の中にあるあいつがお前にかけた言葉を思い出せ。おじいさまの。話が込み入ってるとこ悪いんだが、そろそろ東雲さんの話に戻ってもいいですか？ああ、悪かった悪かった。こちらの話は終わったので、どうぞ続けてくれ。本当にいいのかな。めぐるがいいならいいけど。では改めまして、稲本社長に代わり皆さんに確認したいことがございます。皆さんには皆さんには2つの選択肢があります。選択肢ですか？はい。皆さんの未来を決める大切な選択肢です。困ります。そんなこといきなり言われても。いいじゃねえか。最後まで聞いてみようぜ。それでその選択肢ってあれ、うちらがテイルウィンドオフィスに所属するかライゼンプロダクションに所属するかみたいな、そんなの当たり前に。いいえ、そうではありません。違うんですか？まずこのオーディションの共同運営者であったテイルウィンドオフィスは、新しい社長の代表取締役の解任によりオーディションからも手を引くこととなりました。それはそう。このまま関わり続けられても困るっていうか。ですので選択肢はライゼンプロダクションとテイルウィンドオフィスではないのです。どういうことですか？ライゼンプロダクションの他に別の事務所の選択肢があるみたいな言い方。そのまさかです。え、マジであんの？それは一体どこなんですか？このオーディションを陰で支え、ライゼンプロダクションに多大な協力をしてくださったあの事務所。それって。おいおい、まさか。まさか海外に拠点を置くあの大手エージェント会社の。はい、スノータイガーエージェンシーです。生きてるだけで偉い。家庭的なチャラ男として新しいジャンルを切り開いてやるよ。というわけで仲直り。打って響かないやつだと思っていたそれ多いよね。最初から何も言わない。僕たちの過ごしてきたかけがえのない経験を理解しようとしてくれたんだね。一緒に頑張ってきた最高の思い出だよね。ライゼンプロダクションは必ずクランブが一流の事務所そうじゃない自分になるのも信じたいんです。僕たち14人がここにいる意味を。
う